今日はピーマンとちくわのきんぴらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ピーマンとちくわのきんぴらを作っていきたいと思います。こちらはもう具材を切って炒めるだけなので、とても簡単にパパッと5分ぐらいでね、作ることができます。さらにですね、今回はこのきんぴらを使ったアレンジレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、ピーマン、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、だしの素、唐辛子、白ごま、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、ちくわとピーマンなんですが、今回は4個ずつ使っていきます。このちくわとピーマンの割合はお好みで変えていただいて大丈夫です。そしてあとはね、とてもシンプルな材料で作っていきます。唐辛子に関しましては、こちらは苦手な場合や、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。そして油に関しましては、今回ごま油を使用します。こちらはお好みの油を使っていただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにピーマンから切っていきます。ピーマンはこのヘタの部分をまず親指で押し込んでください。こんな感じ。押し込んだらこちらを半分に切ります。そしてこのヘタと種を取り除いてください。ピーマンはね、水洗いしてから切るようにしてください。あとはこちらを縦に細切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。ではこちらもね、同じように切っていきます。こういった綿が気になるときはこちらはね、取り除いてください。ピーマンはこのように細切りにしてください。それではね、残りも同じように切っていきます。この綿はね、苦味の原因になったりするので、ちょっと苦いのが苦手だなという時は取り除いていただいた方がね、いいかなと思います。では切っていきます。あとはね、ちょっと太めにしたい時はもうちょっと太めにね、切っていただいても OK です。はい、ピーマンはこのように切ってください。では続いてちくわですね。ちくわはだいたい1センチ幅の斜め切りにしていきます。ちくわはこのように切ってください。それでは続いて唐辛子ですね。こちらはまずキッチンバサミで半分に切ります。そして中のね、種を取り除いてください。取り除いたらこちらを輪切りにしていきます。はい、唐辛子はこのように切ってください。それではフライパンで炒めていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度ね、30秒ほど油を温めてください。その間にね、フライパン全体に油を伸ばしましょう。はい、で30秒ぐらい経ったらここにピーマンとあとはちくわを入れます。そしてここにお酒も入れてください。これで一度ね、さっと炒めてください。1分ぐらい炒めたら続いて甘み系の調味料を加えます。みりんとあとはお砂糖、そして甘み系の調味料を加えたらこのまま炒めてください。最初にね、甘み系を必ず入れましょう。お醤油もね、同じタイミングで入れてしまうと甘みが食材に入っていかないので、必ず最初にね、甘み系の調味料を入れてください。30秒ぐらいしたら続いてここにだしの素を入れます。これで一度よく炒めましょう。火加減はね、ずっと中火で OK です。ピーマンに火が通ってこのように色味が良くなったら、続いてここに唐辛子、そして最後仕上げのお醤油、そして白ごまを入れてください。これでさっと炒めましょう。はい、これでね、さっと炒めれば OK です。これでちくわの簡単きんぴらの完成です。このようにね、とても美味しそうに仕上がってます。それでは続いてこのきんぴらのアレンジレシピをご紹介します。アレンジレシピはサラダ風に仕上げていきたいと思います。材料はこちらです。きんぴら、玉ねぎ、マヨネーズ、おろし生姜、
鰹節、こちらの材料で作っていきます。ちょっとねここに玉ねぎを加えることで玉ねぎの味がアクセントになってとてもねさっぱりとした仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まず玉ねぎですね、こちらは薄くスライスしましょう。芯は切り落としてください。はい、でスライスしたらこちらは水にさらします。そして辛みを抜きましょう。辛みを抜く時にこちら分量外ですがほんのちょっとですね、小さじ1分の1ぐらいお酢を入れてみてください。そうすることでね玉ねぎの辛みが抜けやすくなります。それではこのままだいたい10分ぐらい置いといてください。はい、10分経ちました。そしたら一度水切りします。水切りしたらですね、ペーパーで水分を拭き取りましょう。玉ねぎはこれで OK です。あとはね全部和えていくだけなのですごく簡単です。それでは和えていきます。まずこちらきんぴらですね。続いてここに玉ねぎ、そして鰹節、あとはおろし生姜とそしてマヨネーズを入れます。そしてこちらをよく和えましょう。はい、これで完成です。ちょっとねきんぴらの味に飽きたなと思ったら是非こちらのレシピも作ってみてください。これで完成です。はい、これでピーマンとちくわのきんぴらの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねしっかり味も馴染んでピーマンの彩りも鮮やかでとても美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが簡単な和え物レシピです。こちらはね玉ねぎの食感がアクセントになってすごく美味しいのでぜひこちらも作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうねピーマンがシャキッとしててすごく美味しいです。安定の味ですね。そしてこの唐辛子のピリッとした感じも効いててすごく美味しいです。では続いてこちらアレンジバージョンもいただきたいと思います。いただきます。こちらはねきんぴらの味も生かされててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピーマンとちくわのきんぴらのポイントです。まずピーマンとちくわの割合なんですが今回は4個4個で作ってます。こちらもし量が多いなと思ったら半量で作っていただいても OK です。その場合は調味料も半量にして作ってみてください。そしてピーマンに関してはですねヘタの部分を親指で下に押し込んでそしてその後半分に切ってヘタと種を取り除いてそして縦に細切りしてください。そうすることでとてもシャキッとした食感に仕上がります。ちくわに関しましては今回斜め切りにしてますがこちらはお好みの切り方をしていただいて OK です。そして炒める時のポイントです。今回はごま油で炒めましたがこちらはお好みの油を使って炒めていただいて大丈夫です。そしてまずはじめにですねピーマンとちくわを入れてそしてお酒も一緒に入れて炒めてください。その後はですね甘み系の調味料を最初に加えてなじませます。お醤油もね同時に加えてしまうと甘み系が中に入っていかないので最初に入れるようにしてください。そして次にだしの素を加えて最後にお醤油と白ごまを加えて仕上げてください。お醤油はね最後に仕上げで入れていただくことで味が締まって美味しく召し上がっていただけます。そして今回はアレンジバージョンもご紹介しました。ちょっときんぴらの味に飽きたなと思ったらぜひこちらのレシピもやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピーマンとちくわのきんぴらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。